皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢の関連ニュースを取り上げていきます。現在、大枠としては、アメリカのトランプ大統領が、ロシアのプーチン大統領との間で、ウクライナの停戦協議を何とか成立させようと、外交交渉を行っているところです。しかし、トランプ大統領は、ウクライナに対する軍事支援の予算を全く確保していませんから、時間が経てば経つほどアメリカによる軍事支援は細っていきます。バイデン政権の時に決められた予算といったものはもはや執行されており、あとは時間が経てば経つほどウクライナに届くアメリカからの軍事支援はなくなっていくのです。そのようにしてアメリカとの交渉を長引かせることがロシアにとっては有利な状況を生み出します。しかし、トランプ大統領を怒らせるようなことはしないようにと、プーチン大統領は最初の一言ではトランプ大統領に賛同するかのような姿を見せて、しかし実際には何も物事を決めない外交交渉の引き延ばしにかかっています。しかし、長引く戦いによってロシア軍の内実としては結構ボロボロで、戦車や装甲車は圧倒的に足りません。そのため、ウクライナ軍を圧迫するために用いているのが物量作戦、特に歩兵を大量に動員し、人海戦術を用いてウクライナ軍を押し込んでいくというやり方です。そうした人海戦術を支えるために、ロシア軍を拡大させていこうという国策が進んでいます。読売新聞、プーチン大統領、定期徴兵を16万人まで拡大。過去14年で最大規模。プーチン大統領は、春と秋に毎年実施している定期的な徴兵の規模について、16万人まで拡大する大統領令に署名した。18歳から30歳の男性が対象で期間は12ヶ月。ウクライナでの戦闘には加わらない。この規模は過去14年で最大規模だという。春の徴兵の規模は、ウクライナ侵略が始まった直後の2022年が13万4500人で、以後毎年増えている。2022年に約100万人だったロシア軍の定員が昨年150万人に拡大されたことに伴う措置だという。ウクライナ侵略に加わるロシア軍の兵士は高い報酬で集められた志願兵が中心となっている。プーチン大統領が掲げているウクライナ侵略の目的は、ゼレンスキー政権を打倒し、親ロシア派の政権に据え替える。そして、ウクライナの中立化、NATO への加盟の永久的な凍結、そしてウクライナ軍の解体。これら全てを叶えれば、ウクライナという国家を滅亡させ、ロシア領へと完全に併合することが可能となります。そうなるようにと少なくともプーチン大統領は目指して、軍隊の拡張計画を現在もなお進行中です。たとえ停戦をするにしても、軍隊を養成し、再度大侵攻を行うための準備期間に充てようという考え方がかなり露骨に現れています。プーチン大統領はロシア軍の規模として現役兵150万人規模へと拡大させるという計画を示しています。今回集められる徴集兵の人たちは戦場に送られるわけではありません。まずはロシア国内各地の基地に配備され、そこで訓練を行います。その後で定員が拡大された軍隊へと勧誘を受けるわけです。現在ロシア軍は人海戦術に基づく戦いを継続的に行っていますから、兵士はどれだけいても困ることはありません。採用しても次から次と亡くなるか負傷していくかして入れ替わっていくので、この1年間の訓練を通じて次のすりつぶす兵士を養成しようというわけです。プーチン大統領がトランプ大統領を手玉に取っている間、ドイツでは政権交代が発生しました。それに伴ってロシアに対してはっきりと物を言う政権へと変わっています。ドイツ、ロシアに無条件停戦要求、ウクライナ追加支援を表明。ドイツのベアボック外相は、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対し、トランプ政権が示した30日間の停戦案を無条件で受け入れるよう求めた。ウクライナに対しては、人道支援やエネルギー施設防護などで約210億円を追加支援すると表明。ベアボック外相は、記者会見で停戦をめぐる交渉で、ロシアのプーチン大統領が時間稼ぎしていることを念頭に置くことが重要だと訴えた。ロシアは3月18日にエネルギー施設に限定した攻撃停止に合意。だが、ロシアがエネルギー施設攻撃を続けているとし、プーチン氏の戦略は和平ではなくさらなる破壊だと非難した。またトランプ大統領がロシアに対しての制裁をなかなか実施しない中において、アメリカの議会では民主党・共和党の議員が共同で制裁をかけるべきだという法案を提出しています。ロイター通信より、ロシアが和平交渉停滞なら制裁へ、
アメリカ上院超党派議員が法案提出。アメリカの上院議員50人は、ロシアがウクライナとの和平交渉に誠実に対応しない場合、ロシアに制裁を科す内容の法案を提出した。法案は共和党・民主党議員25人ずつが賛同しているという。共和党の議員と民主党の議員は声明で、制裁はロシアの石油、ガス、ウラン、その他の製品を購入する国に関税を課すとし、ロシアは侵略者で、この恐ろしい戦争とプーチンの侵略を今終わらせ、将来にわたって抑止しなければならないという見解が上院では支配的だと述べた。トランプ氏に近い共和党関係者には、ウクライナ支援に消極的な姿勢を取る者も増えている。ただ、同様の法案は下院でも提出される見込みで、共和党指導部が採決を認めれば、両院で圧倒的な支持で可決されると、法案賛同者らは話した。トランプ大統領自身はウクライナ支援に猛烈に反対の姿勢をとっていますが、共和党の議員の中にもウクライナを支援すべきだという声を持っている人たちはいます。少なくともバイデン政権下ではそのような人たちの協力があったからこそ、議会でウクライナ支援のための予算が通ってきたのです。また、共和党の内部においても、トランプ大統領がプーチン大統領に対してすり寄りすぎているとして批判する人たちもいます。ですから、議会の中でロシアに対して制裁をかけるべきだという意見が出てきて、それに民主党だけではなく共和党の議員も加わるといったことが起きているわけです。あとは、共和党の幹部の人たちがどこまで認めるかです。共和党指導部は、かなりトランプ大統領の顔色を伺いながら議会政治を行っており、トランプ大統領がウクライナ支援はやめだという話をしている以上、ロシアを利する行動を取りがちです。さて、戦争の続くロシアにおける経済。親ロシア派の人たちは、ロシア経済は絶好調だというような話をしていますが、その足元ではかなりぐらつきが見えています。モスクワタイムズの記事。何も生産しないことも可能だ。売れ残ったトラックが何万台も倉庫に積み上がっている。ロシア国内の特に都市部の人たちが、自分たちは戦争の影響がないとして、経済が好調だという話をしています。しかし、西側諸国との貿易に関して銀行取引決済で障害があり、必ずしも経済状態が良いわけではありません。政府はこれまで積み上げてきたエネルギー資源から得た収益をどんどんと吐き出しているような状況で、無理やり戦時経済を活発化させているだけです。企業活動は軍需企業を除けば、やたらめったら高い金利のため資金調達もままならず、インフレの進行に伴う個人消費の悪化にも頭を悩まされているところです。物流業界においても、必ずしも業界として明るい話があるわけではないため、物を運ぶための手段であるトラックも販売が大幅に低下しています。現在のところ、物流のためのトラックは倉庫に積み上がっている状態で、もはや全く生産する必要もないほどの状況だということです。民間の物流トラックが工場を止めてほしいと思われているような状況の中、一方において軍需産業においては、もっと軍用車両が欲しがっているというようなかなりミスマッチな状態になっています。そうしたおかしなことになっていることを示す記事がこちら。ロシア軍80年前に設計の四輪駆動車も引っ張り出す。旧ソ連製 GAZ69。この GAZ というのは合力自動車工場の略称なのだそうです。GAZ69 はソ連製の初期のオフロード車だ。重量約1500キロのこの四輪駆動トラックは1952年最初の1台が生産された。そして20年後の1972年生産を終えた。開発が始まったのは1940年代後半だから、ざっと80年前の設計ということになる。しかし、この80年前の設計された自動車が、ロシア軍がウクライナの戦場で新たに使い始めた車両でもある。その姿がこちら。非常に古いことがわかる車体の上に、ドローンによる攻撃を何とか防ごうと金網が付けられています。もはやクラシックカーとも呼べるような骨董品が戦場へと持ち込まれているというのは、なんともロシアの無茶苦茶なことを示しています。老朽化したオフロード車の前線到着は、ロシア軍で脱機械化が加速している最新の証拠だ。新規生産や長期保管していた古い在庫の引き出しで補える数をはるかに上回る装甲車両を失っているロシア軍は、兵隊だけでなく、ウクライナ軍の陣地に対する直接攻撃でも、ますます民生車両に頼るようになっている。昔のものをどんどんと再利用するようになっているという話は、ヨーロッパの国においても全く同様なことが起きています。しかし、ちょっと様相が異なっています。例えば、ノルウェーは
冷戦時代の軍事バンカーを復元する理由というような記事が出ています。北欧の国々はソ連と戦うといったことを真剣に考えてきた国々です。そのため、小国であってもしっかりと守りを固めていくというのが基本方針でした。こちらの写真の戦闘機は山をくり抜いたところに格納庫が作られており、大規模な攻撃を受けたとしても戦闘機を守ることができます。ソ連崩壊後、こうした山の中の基地については閉鎖やもしくは閉鎖していなくても使用していないものも多数あったそうです。しかし、近年ロシア軍によるウクライナ侵略に伴って危機感の高まりから山をくり抜いた軍事施設についても再整備をすることが進んでいるそうです。そして、軍縮が続いていたヨーロッパが再軍備計画といったものを発表しているような状況ですから、その一環として対人地雷の禁止条約から離脱する国も続出しています。フィンランド、対人地雷禁止条約から脱退へ、ロシアの侵攻に警戒。これまで対人地雷の禁止条約に加盟していながら、ロシアによる侵略を見て、条約から離脱した国があります。ポーランドやバルト三国です。これに今回はフィンランドも加わりました。地雷というのは昔からある無人兵器のようなものです。攻撃用の兵器ではなく防御用には非常に有用な兵器であり、ロシア軍が攻めてくるということを想定すれば、地雷を保有しておくことは非常に有効な手段となります。これまで禁止条約が作られてきたのは、戦争が終わった後に民間人の被害が非常に多く出てしまうという問題があったからです。しかし、そのような戦後のことを考える余裕がなくなってくるほどに、現在ヨーロッパでは危機感が高まっていることを日本はよく見ておく必要があります。日本は対人地雷禁止条約に加盟しており、以前は保有していたものをすでに処分しています。戦後日本では平和教育といったものが継続的にずっと行われてきました。しかし、残念ながらそこには現実論ではなく理想論としての平和主義といったものが教えられてきましたから、ロシアによるウクライナ侵攻に関わる話ではかなりこの現実と理想論との間で乖離があることが見せつけられています。例えば日本の場合だと、話し合いをすれば何とかなるといった考え方にかなり毒されている人たちがいます。しかしそれはあくまでも話し合いが成立する相手とであれば話し合いは有効ではあるものの、そもそも話し合いをする気のない相手に対しては全くの無力であるといったことは、まずは現実論として見ておかなければなりません。また、話し合いで戦争をやめられるかといった話について言っても、ある程度の武力的な背景がなければ、相手が軍事力で押し切ろうとするというのが今現実に起こっていることです。少なくともプーチン大統領は話し合いという手段は残してはいますが、それは軍事的に劣勢になるか、もしくは軍事侵略の継続性に問題が発生するまでは、なんとかこれを押し切ろうとしています。軍隊の規模を拡大させ、まだまだ人が死んだとしても全く構わないと考える政治指導者が権力の座にいる以上、話し合いで何か物事を完全に終わらせるには、今はかなり困難な状況です。ヨーロッパ各国が再軍備を発表し、様々な動きを見せているのは、そうした力で何か物事を変えようとしているプーチン大統領に対して、話し合いはあくまでもうまくいったらいいな程度のものにしか過ぎず、しっかりと裏付けとしての軍事力や防備を固めようという現実論に基づいた行動をしています。軍備を整える言葉は決してそれを使うためではなく、抑止力を得るための一つの手段として考えることが必要でしょう。安全保障問題というのは、お金はかかるし、時間はかかるし、多くの人々が関わるものです。それでいて使わなければ使わなければよかったねと呼べるようなものであり、なかなか理解を得られない面があります。しかし今まさに軍事力を使って他の国を侵略している国がある以上、軍事というものを排除するのではなく、必要なものとして認識し、じゃあどういうふうに使うかについて議論することが必要でしょう。少なくともトランプ大統領がプーチン大統領に対して完全な停戦を実施させようとするのであれば、ウクライナに対して凄まじい量の軍事援助を行って、ロシア軍に大打撃を与えるかもしれないぞというような後ろ盾を自分自身に持たせる必要があるでしょう。アメリカの場合であれば、何もそのために大量のお金を出す必要はありません。レンドリース法のような未来に返してくれればいいといった方法で、貸し付けを行う方法でも軍事援助はできます。第二次世界大戦ではそのようにしてドイツの進撃を阻むことをアメリカは行っていました。過去の歴史に学ぶのであればそのような前例があるのですから、
使えるものは使うべきでしょう。問題なのはトランプ大統領にそのような過去の歴史を学ぶ気があるかどうか、かなり疑わしい点です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。